フォーラムの投稿はクイーンが書いたのではないかと疑っていた。彼のガールフレンドは弁護士で、34歳で7年間彼と交際している。これらの情報は偶然にも私と一致していた。さらに、昨日私はクイーンに彼と家庭を作りたいとヒントを与えたばかりだった。その時、彼は驚いたような表情を浮かべ、不自然に答えた。わかった。準備するよ。彼がプロポーズしてくれると思ったが、結局は拒否したかったのだ。隣でクイーンのいびきが響き始めた。私は静かに起き上がり、枕の下から携帯を取り出した。実はクイーンはずっと前にパスワードを変えていた。だが彼は不注意だったので、開場するたびに完全に私から隠すことはなかった。フォーラムアプリを開くと、99件を超える新着メッセージが表示され、疑いが確認され、思わずため息をついた。携帯を置こうとした瞬間、メッセージがポップアップした。明日授業がないからデートに来ない？私は呆然としてメッセージをクリックした。そして、かわいい小さな猫の絵文字が続いた。その時、私はクイーンが別のソーシャルアカウントを持っていることを知った。私は一度も彼の携帯をチェックしたことがないので、彼も記録を削除する習慣がなかった。その女の子のソーシャルメディアを開くと、彼女は若々しい活力にあふれ、サスペンダースカートにハイポニーテールをしていた。私は1年前から始まる彼らのチャット履歴を全部スクロールした。現来彼は1年前から浮気していたのだ。その女の子の名前はリリー・イエーツで大学生だ。半年前、私とクイーンはロードトリップに行ったが、彼は途中の風景の写真を全部彼女に送っていた。私は彼のチャット履歴を全部見た。彼らの関係はクイーンのお世辞から始まった。だがリリーはすでに私の存在を知っていた。彼女は私にローババアというニックネームまでつけていた。私は思ったように崩れなかった。おそらく職業と性格のせいで、どんなことが起きても冷静を保つようになっている。だが、クイーンが友達と私について話したチャット履歴を開いたとき、ほとんど泣きそうになった。クイーンは愚痴をこぼしていた。クソ、キャラが俺と結婚したがるんだ。今34歳だぜ。正直、胸が垂れそうに見える。今子供を産めばママ級だよ。俺はまだ若いから他の人とも選べるんだ。視界がぼんやりとし始めた。履歴を閲覧していると、クイーンが投稿した写真を見た。それは私が遅くまで働いた後、ソファーで休んでいるところを密かに撮った写真だった。写真は意図的にズームアップされており、目の周りのシワがまるで囲まれていた。顔のシワ見ろ。仕事帰りにこんな年寄りの妻を見ると気がめいる。お前が俺だったら結婚したい？これを見て鼻が酸っぱくなり、喉の苦みを飲み込んだ。力ずくで涙を抑えて、まっすぐリビングルームに行った。タバコに火をつけ、煙の向こう側に壁にかけられた写真を見つめた。写真には、クイーンが帽子頭で、片手にバスケットボールを持ち、もう一方の手で私を抱きかかえて満面の笑みを浮かべている。思わず、かつて20歳のクイーンが私に固く言った言葉を思い出した。キャラ、年齢なんて関係ない。あなたなら7歳年上でも17歳年上でもどんな姿でもきっと好きになる。腕に顔を埋めて涙を流した。クイーンと初めて会ったのはちょうど弁護士免許を取得して最初の事件を扱った日だった。彼の両親が車事故で亡くなり、加害者は保証金も払わずに逃げてしまった。当時、彼の目は充血しており、激怒した獣のように加害者を殺すと脅していた。私は彼の手首をしっかり握ったが、無駄だった。激高している中で、私は彼の顔を平手打ちした。クイーンホワイト、落ち着け。
18歳の少年は濡れた目で私を見た。彼は罰を受けるの？私は怒りで震える彼の肩を抱えて、固く言った。はい、受ける。プロの弁護士である私を信じて。加害者が判決を受けた後、クイーンは感謝の名のもとに連絡先を聞き求めた。おそらくこれが自分で扱った最初の事件だったため、私も彼に同情を感じていた。それで、彼が頻繁にデートに誘ってきたとき、拒否しなかった。そして彼が20歳の時、私に告白した。彼は非常に若々しく、その感情は率直で情熱的だった。私は彼の誠実な目に魅了された。この7年間、私が与えたのは青春だけではない。彼がまだ学生だった時、私は全力で家庭教師をし、世界中に連れて行って視野を広げてあげた。彼が卒業した後、私は経験と人を惜しまず、彼のために道を開いた。当時私は27歳で、彼を支えるためにすべてのプレッシャーと疑問を一人で負った。今彼は27歳で、キャラ、お前は老けたなという。だがクイーン、この7年間あなたを愛した時間は、私の青春じゃないの？私は彼の車のドライブレコーダーを開いた。この車は彼が25歳の時、私が送ったプレゼントだった。だが後に、彼はこの車で学校の門前に駐車し、助手席に花を置いてリリーを迎えに行った。まるで以前、私が助手席に高級時計を置いて彼を迎えに行った時のように。携帯から彼女の嬉しそうな声が聞こえてきた。クイーン、寂しかった。私は彼を非常によく知っているので、一言でも彼の口調の嬉しさが分かった。車のドアを閉めた後、布地が擦れる音と彼の低い呼吸音が聞こえてきた。ベイビー、いい香りだ。これにリリーは大いに喜び、しばらく笑い続けた。もちろん。私はまだ20歳だもん。あの老ババアみたいに老けた匂いじゃないでしょ？彼のこもった笑い声は、心臓をねじるナイフのようだった。34歳の私は、彼らにはまるで老婆のように見えるらしい。本能的にカメラを自分に向けた。よくケアしてはいるが、目尻には確かに小さなシワができていた。認めなければならない、25歳の時のように若くはない。だがそれで何？年齢で自分を定義されなければならないの？この社会は女性にタイタの鎖をつけている。子供がいるのにこんな格好立派な女性はこんな髪の色にしないこの年ではレフトウーマンだという。初めて法律界に入った時、私は強い闘志を持っていたが、お前みたいな女がこんなに働き者でも無駄だ。男にはかなわないと言われた。その後、私は 95% の成功率で法律事務所で1位になった。彼らは私を疑ったので、私は実力で彼らを黙らせた。よく考えると、クイーンはずっと前から年齢を問題にしていた。ピンク色のバッグを持ったとき、彼はこの色はお前に合わないと微妙に言った。だが私は彼の意見で自分を変えるつもりはない。時間は私の要望に痕跡を残した。だが私はこれらの痕跡を愛している。それは私の経験の証だ。25歳の自分を愛し、34歳の自分も同じように大切にする。翌日、彼は寝室から出てきた。年下の男性と交際している女性の多くは、男性の面倒を見る傾向がある。時間が経つにつれ、両方に習慣がついた。それで、空の食卓を見ると、彼は本能的に眉を潜めて聞いた。朝食は作らないの？私はうなずき、荷造りしたスーツケースを前に押し出した。別れよう。まとものは荷造りした。今日中に私の家から出てください。彼は信じられないように私を見つめ、数歩前に進んで私の肩を掴んだ。何言ってる？説明しろ。そうしないと別れさせない。
私はほとんど笑いたくなった。長い間別れを考えていながら、それでも愛情深いふりをしている。私は頭を上げて彼を見て冷笑した。フォーラムの投稿、リリー・イエーツ、高齢出産。どれから聞きたい？肩への圧力が緩み、彼は数歩後ろに退き、唇を何度も動かした後、目をあからめて問いただした。あえて俺の携帯を覗き見するなんて？弁護士として、携帯は個人のものだと知らないの？私は平然とソファーに座り、彼が怒るのを見ていた。彼の感情は高ぶり、手の届く範囲のものは何でも投げ捨てた。そんな目で見るな。俺は悪くない。悪いのはお前の年齢だ。彼の非難する視線に、抑えていた怒りが爆発し、私は突然立ち上がった。クイーン、俺より年上になったのは一晩で突然じゃないだろ。彼はその場で固まり、それから見して寝室に向かった。クイーンは速やかにきれいな服に着替えた。スーツケースを持って出る前に、彼は私を若き、視線を私の顔に固定した。本当に老けたな。もっとスキンケアしろ。話が終わる前に、私は礼儀正しい笑みを浮かべてドアを開けた。クイーン、7年経って、お前も若くないだろ。運動しろ。唇に皮肉を浮かべて彼のお腹を刺した。技術がこんなに進んだのか。男も妊娠できるんだ。彼は鼻を鳴らした。反論したかったが、結局は黙って自分のお腹を見た。車のキーを掴んで出かけようとすると、私は彼を呼び止めた。キーを置いて。車の登録情報も変更する時間をとって。彼の顔はさらに暗くなった。キーをしっかり握りしめて、歯を食いしばった。キャラ、ケチだな。私はポケットに手を入れ、依然として笑みを浮かべて、眉を上げた。実は、車を送ったとき、私には下心はなかった。彼が高いと思って受け取らないか心配だったので、結婚するなら結納にしてもいいと冗談で言っただけだ。当時、この冗談がここで証拠として使われるとは思わなかった。